ASEAN に加盟している東南アジア10カ国は、日本と経済面、政治外交面で非常に密接な関係にあります。まず貿易につきまして、直近20年間の日本の主要な貿易相手国地域を見ますと、 ASEAN は常に 15% のシェアを維持しており、現在では中国に次ぐ第2番目の貿易相手先となっております。直接投資に目を向けますと、1985年のプラザ合意により円高局面が生まれて以降、日本企業はマレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンといった ASEAN 諸国に生産拠点を移していきました。90年代に入りまして、改革開放を進める中国、ベトナムにも進出するようになりました。こうした日本企業の直接投資は、進出先の国々にとって非常に貢献をしました。一方で、第二次世界大戦後も内乱や内戦、これらによって経済開発が遅れたラオス、カンボジア、ミャンマーにつきましても、近年では経済特区の整備が進んでおり、新たな直接投資先として注目を集めております。今後も日本と ASEAN の経済関係はますます密接になっていくと考えられます。皆さんにとっても将来 ASEAN 諸国と何らかの形で関わる可能性が大いにあります。ですので ASEAN の経済の動向にはぜひ関心を持ってください。最後に政治外交面について言及します。日本政府はこれまで ASEAN 諸国に対して多額の ODA 経済援助を実施してきました。写真は ODA プロジェクトの事例です。右上のネアックルン橋をご覧ください。この橋はカンボジア国内を流れる非常に川幅の広い国際河川メコン川に架けられている橋です。日本政府は120億円をかけてこの橋を建設し、一昨年完成しました。ここで注目してもらいたいのは無償資金協力というところです。無償資金協力というのは、経済援助に対して見返りを求めない、返済をさせないという協力の在り方です。なぜ日本政府は ASEAN 諸国に対してこうした経済援助を実施するのでしょうか。これには深い意味があります。このことに関心がある人は、ぜひアジア経済論、ASEAN 経済論を学んでみてください。